こんな感じでですね、他にもちょっと作ってみました。チッとチャットハンドメイド。 Hello everyone! はい、やってまいりました。さや工房プレゼンツチッとチャットハンドメイドのお時間です。お届けするのはもちろん私、ピノンです。よろしくお願いします。今回はチェーンメールに挑戦しよう。チェーンメールって聞くとね、不幸のメールみたいな何時間以内に何人に回さないと不幸になるみたいな、それではありません。チェーンメールではなくてチェーンメール「い」が入っております。聞き慣れない方が多分多いのかな。私も実は知りませんでした。なんでチェーンメールに挑戦しようと思ったかというとですね、さや工房の丸カンってむっちゃ多いんですよね入ってる個数が100個とか入ってるんですよ。で確かにでも100個って結構使えたりはするんですけど、でもいっぱいあるこの丸カンでなんかもっと遊べないかなとか思ってこう調べていたらですね、そのチェーンメールというものを見つけたんですね。チェーンメールっていうのは丸カンをつなげて編んでいくというか、組み立ててモチーフを作る技法のことなんですね。今日はですね、皆さんにもぜひぜひご紹介したいなということで、作り方、組み方をご紹介しながら、また一緒にアクセサリーを作っていきたいなと思っております。チェーンメイドの中でも一番作りやすい、またアレンジもしやすいメビウスボール、今日はちょっとそちらのメビウスボールの組み方をご紹介したいと思います。はい、それではですね、今日使う丸カンを少しご紹介したいと思います。丸カンもたくさん種類がありまして、こちらは 7mm で、こちらは2センチほどあるサイズになっています。この直径のサイズと丸カンで大事なのが線形というのがあります。太さですね。リングを作っているこの厚みが線形になっています。で、よく使うこちらのね 7mm のこちらのものは線形が 1mm ほどのサイズになっています。チェーンメールでも使いやすいのがこの直径 7mm 線形 1mm、 これぐらいのものはよくチェーンメールでも使われるサイズになります。その他にもですね、色のバリエーションはもちろんなんですけども、デザイン性のあるものですね。このようにですね、表面にカットが入っていて、こう光に当たるとキラキラっと表面がするような、こうしたデザイン性のある丸カン、こちらもそうですね。ちょっとねじりがこう入ってるんですよ。これもねすごい可愛いですね。丸カンにもバリエーションがいろいろあります。で、今日作るのがじゃん、こちらになります。メビウスボールというものになります。はい、こんな感じでね、丸カンを重ねる、つなげるだけなんですけど、こうしたお花のような形になります。なんかね、バラみたいで可愛いですよね。今日は、こちらのメビウスボールの作り方をご紹介したいと思います。はい、それではですね、メビウスボールの作り方ご紹介していきたいんですけれども、今ですね、こちらにあるものと同じサイズ 12mm の丸カンで説明していきたいと思います。で、メビウスボールは5、6個ぐらいが一番可愛いかなという感じです。お好みで増やしたりとかしてもいいのかなとは思います。で、丸カンをつなげるだけではあるんですけれども、つなげ方にちょっとコツがあるので、それを間違えると綺麗に作れないので、ちょっとそこを分かりやすくご紹介したいと思っています。まず2つつなげます。で、このように台の上に置きます。次の丸カンを開きます。で、この状態で下からすくい入れます。はい。で、今3個目がつながりました。この状態でしっかりと閉じます。はい、これで今3個目を通したんですけれども、これで今重ねるとこの子は向きが間違っているので、この場合はこちらに倒します。そうするとしっかりと渦がまとまった状態になっています。さらにつなげていきます。4個目、また先ほどと同じように下からすくい入れて引っ掛けて輪を閉じます。で、閉じたらこちらに閉じます。そうすると渦が一定の方向で作られていきます。例えばこれを持ち上げたりすると、先ほどみたいにこの今これが正しい向きなんですけど、これがこちらに
の向きになってしまったりするんですね。でそうするとこのメビウスボールの渦が崩れてしまう、中心がぐちゃぐちゃになってしまうので、このまま4個目を通すともうごちゃごちゃでわけがわからない綺麗なバラの形みたいな渦ができなくなってしまうんですね。なので初心者さんには特に置いて作るのがおすすめになります。下からすくい入れて閉じる。はい、これを繰り返していく作業になります。これはこちらではなくてこの向きになります。はい、そうするとこちらの右から左に向けて上に出てくるという一定の向きの渦ができて、これが綺麗なメビウスボールになります。これで先ほどもちょっとご紹介したこちらはさらに2センチの丸カンを使っているので大きめになっています。こんな風にね、サイズとかデザインのあるもの、丸カンなどで作っていくとまた表情がだいぶ変わってくるので、今日はですねさらにデザイン丸カンでも作ってみたいと思います。はい、それではですねメビウスボールをですねいろんなバリエーションで作ってみました。はい、こちらがさっき作った 12mm の丸カンで作ったメビウスボールですね。でこちらがさらに大きいものを使用しています。2センチほどの直径の丸カンですね。これもだいぶモチーフとしては目立っていいなと、目立つ存在な感じですね。でこちらデザイン丸カンで作ってみました。これもね表面がキラキラとするので、この重なりがあると余計ねこのキラキラが増して可愛いなということで、こちらはですねゴールドとシルバーと金小尾というね3色を組み合わせて作ってみました。で副資材として使うとき、普通にパーツとパーツをつなぐときに使うとき、 T ピンにしても丸カンを使うにしても、ゴールドならゴールド、シルバーならシルバーってまとめることが多いと思うんですけど、このメビウスボールに関してはモチーフとして成り立っちゃってるので、あえてねこう違う色の金属パーツを合わせるっていうのがすごい可愛いなと思いました。はい、それでですねメビウスボール、本当にこの渦の巻いてる向きがすごい大事でですね出してもう変な日本語出てきた巻きの向きがすごい大事なんですね。それでこれが今正しいんですけど、例えばですねこう持ってる間にわちゃーってぐちゃぐちゃーってなっちゃうと、じゃん、このようになってしまって、もう知恵の輪状態で正しい巻き向きなんだっけ。で特にこれは大きいリングなので戻しやすいんですけど、ちっちゃい丸カン使ってるやつとかだと巻きの向き戻すのにあれってなっちゃうんですね。なのでこの向きがぐっちゃぐちゃにならないようにっていうのがちょっと注意ポイントになるかなと思います。はい、それではですねこちらのデザイン丸カンを使った、メビウスボールをモチーフとして使ってアクセサリーに仕立てていきたいと思います。この時に大事なのがやっぱりこの渦の向きを間違えた状態で丸カンを通さないということになるので、この重なりを維持して、で持つ時にやっぱり崩れたりするので、その時はちゃんとその巻きが崩れてないかを確認して、特にね小さいものだと分かりにくくて難しいんですけど、メビウスボールの渦の向きがちゃんとしている状態でこの真ん中にしっかりと丸カンを通します。結構しっかりと丸カン大きく開いておいた方がやりやすいと思います。でさらにですね今回はこちらの大きい方にもつなげちゃいたいと思います。これもメビウスボールの向きに気をつけて真ん中に通します。今回は大小サイズの違うメビウスボールを2つつなげたデザインにしてみます。大小のデザイン丸カンをつなげたこのようなメビウスボールのモチーフになりました。さらにここに丸カンを通します。ではこの今作ったメビウスボールのモチーフをイヤリングに通したいと思います。はい、このような感じになっています。かわいいですね。これにさらにパールもつけてみたいと思います。はい、このような感じになりました。チェーンメールらしい雰囲気になりました。
こんな感じでですね、他にもちょっと作ってみました。こちらはですね、7mm、直径 7mm の線形 1mm の丸カンを使ったメビウスボールで作ってみました。線形が太いものですね、直径に対して太くなってくると、こうなんというかね、ギュッとまとまってる感がより出て、またこれはこれで可愛いですよね。こんな風に作品にしてみました。はい、お疲れ様でした。今日はメビウスボールに挑戦してみました。簡単だったと思うんですが、どうでしょうか。なのでぜひぜひ皆さんにも挑戦していただきたいんですけど、コツとしては渦の巻きの向きを気をつければ丸カンをつなげていくだけっていう作業になるので、本当に初心者さんも挑戦しやすいかなと思います。チェーンメールですね、まだまだ色々と技法パターンがあるので、今日メビウスボールで楽しかったのでハマったので、チェーンメールをね、またこれからもまた別の組み方パターンっていうのもご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、さや工房プレゼンツチットチャットハンドメイドではですね、皆さんのコメントをお待ちしております。このパーツ紹介してよとか、これはどうやってやるのとか、アドバイスとか何でもいいので、皆さんのコメントお待ちしております。あとですね、この動画の中で使っているパーツ、ご紹介しているパーツっていうのを YouTube の下の説明欄の方に全てショップのリンク URL もご紹介しているので、気になるパーツあったなっていう方はですね、飛んでチェックできるようになっておりますので、そちらも見てみてください。ということで、今日も見ていただいてありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。 See you soon! バイバイ。チェーンメールというのはすごいね、歴史の深いハンドメイドの技法なんですね。最古のものではですね、2000年前、なんと2000年ですよ2000年前のケルト人戦士のお墓から出てきたんですけれども、ケルト人戦士がイヤリングをつけてたわけではないので、何だったのかというとですね、その戦士が着る鎧に使われていたんですね。で、その時代は金属のリングを組み合わせて、それで作った布、金属の布なので、それを鎧として戦士が使っていたということなんですね。リングをつないで組み合わせて作ったそのパターン、その技法っていうものをハンドメイドに生かしたのが今のチェーンメールっていうことなんですね。じっとチャット